どうも皆さんこんにちは。ポケモンライフのりのです。今日はポケモンセンター東北の限定ピカチュウをゲットするために宮城県に行きました。ポケモンセンター東北は今年の3月にリニューアルオープンしたんですけど、なかなかタイミングが合わなくて来れてなかったので、すっごい楽しみです。で、ここのポケセンには限定ピカチュウがなんと6種類もいるんですね。なので、限定ピカチュウのぬいぐるみを6種類全部と、あと限定ピンズも集めてるので、それも全部あったらいいなと思います。じゃあ今ポケセンが入ってるパルコの駐車場にいるので、早速行ってきます。ポケモンセンター東北はパルコの3階に入ってるんですけど、エレベーターもポケモン仕様になっていて、すごく可愛いです。ポケモンセンター東北では、ピカチュウとビクテニがお出迎えしてくれます。ピカチュウとビクテニの隣には、お祭りの屋台を楽しんでいるポケモンたちの様子が大迫力の大型ビジョンに映し出されています。早速店内に入ってみると、オーガポン緑の面や山形花笠祭りの綺麗花、福島わらじ祭りの一家ネズミ、盛岡三叉踊りの猿乗りなど、東北地方のお祭りとコラボしているポケモンたちもいました。ではお目当ての限定ピカチュウコーナーを見ていきましょう。在庫がなかったらどうしようかって思ってたんですけど、6種類すべての東北限定ピカチュウがいたので、ここは迷わず大人買いしちゃいます。ぬいぐるみだけではなく、ポケモンセンター東北限定のポケモンカードのスリーブや、ポケモンセンター東北限定のピンズ、ビクティニとピカチュウのキーホルダーも売っていました。せっかく来たので、他の商品も見ていきましょう。ポケモンフィットはかなりの種類のポケモンたちがいました。リアルダイパトビーコルクシオをずっと探してるんですけど、ここにもいませんでした。続いて ZA コーナーです。主人公になりきれる衣装や御三家の等身大ぬいぐるみも販売されています。ゲームの中では小さい3匹ですが、現実世界で等身大になると結構大きいですよね。他にもいろんな種類のポケモンたちがいたんですけど、全部は買えないので、今日はこの辺にしておきます。レジの待機列には、青森ねぶた祭りとコラボしているピカチュウとビクティニがいました。お会計に並んでいる時間まで楽しいなんて、さすがポケモンセンター東北です。無事に目当てのものが買えたので、車に戻ろうとしたところ、正面入り口にポケモンセンター東北ガーデンがありました。ピカチュウ以外にも、シェイミやスタージャ、イーブイやニーフィアもいるので、ポケモンセンター東北に来た方は忘れずに寄ってみてください。ただいまー。ちょっと暗いんで電気つけます。いや、限定ピカチュウもピンズも全部ありました。いやー、東京から5時間かけて運転してきた甲斐がありました。よかった。買ってきた商品は後で一つずつ紹介します。で、この後は最近オープンしたラプラス公園に行ってみようと思います。ポケモンセンター東北がある仙台駅からはだいたい車で30分くらいのところにあるみたいです。それじゃあラプラス公園目指して出発します。ラプラス公園に到着しました。ここはつい1週間くらい前にオープンしたばっかりみたいで、ラプラスとか水ポケモンの遊具とか、あとね、ポケフタもあるみたいなんで、早速行ってみます。ラプラス公園に来たら、ラプラスと一緒にね、写真撮りたいなって思って、さっきポケセンでラプラスのフィット買ってきたんですよ。
なんだけど、ちょっとやっぱりね、最近オープンしたばっかりなんで、人がめちゃくちゃ多いんですよね。いやー、あんまり写真撮れないかもしれん。ラプラス公園には、大きなラプラスの滑り台以外にも、海ディグダ、ホエルコ、タマンタ、サメハダーの遊具もありました。子連れの家族の方が多かったので、記念に写真を撮って車に戻ります。ラプラス公園の近くにイオンがあったので、車中泊に欠かせないポータブル電源の充電をしていきます。ここのイオンは充電ポートが11台あって、タイミングよく空いていたので充電させていただきます。EV 充電ポートが空いていないときは、同じくエコフロー製品のソーラーパネルを使って充電しています。私が車中泊をするのに愛用しているのが、エコフローのデルタプロです。このデルタプロは、コネクタと接続することで EV 充電が可能になります。残量が 15% で、今夜の車中泊には少し心もとないので、2時間充電していきます。充電は2時間で237円なので、かなり安いです。約1時間半で満タンになりました。これで今日の車中泊も安心です。車中泊をする前に、そよぎの森でお風呂に入っていきます。露天風呂はもちろん、サウナもすごい気持ちよかったですし、壺湯や強炭酸泉もあって、長距離運転の疲れが癒されました。今日休憩させていただくところに到着しました。外が結構風が冷たくて寒いんですけど、湯冷めしちゃうなうちに急いで車中泊の準備しちゃいます。車中泊の準備ができたので、早速今日の購入品を紹介しようと思います。まずは、盛岡さんさ踊りピカチュウと、秋田関東祭りピカチュウと、仙台七夕祭りピカチュウと、山形花笠祭りピカチュウと、青森ねぶた祭りピカチュウと、福島わらじ祭りピカチュウの全6種類の限定ピカチュウです。盛岡さんさ踊りピカチュウをよく見てみると、太鼓に張り手山が描かれていたり、花笠祭りピカチュウの衣装には、ノーマルフォルムのチェリンボと、晴れフォルムのチェリンボ。青森ねぶた祭りピカチュウには、オーガポンのお面。仙台七夕祭りピカチュウには、ジラッチが描かれていて、細部までこだわって作られています。全6種類並べてみました。東北の有名なお祭りの衣装を着たピカチュウたちなんですけど、いやもうほんと全部可愛くて、どれか一つでもね、売り切れちゃってたら嫌だなーって思ってたんで、無事全部揃えられてね、もうほんと嬉しいです。あと、この限定ピカチュウたちのデザインのポケカのスリーブもね、全種類買っちゃいました。デッキシールドも限定ピカチュウと同じで、東北で有名なお祭りのデザインです。個人的には、この青森ねぶた祭りのデッキシールドが一番気に入っています。ポケモンセンター東北の限定ピカチュウはもう本当にどれも可愛くて大好きなんですけど、でもね、この中で、そうだな、強いて言うなら、この青森ねぶた祭りピカチュウが一番お気に入りかもしれないです。っ
で、あとはポケモンセンター東北限定のこのピカチュウとビクテニのピンズもゲットしました。この店舗限定ピンズはそのポケセンに行った記念としていつも買うようにしてるんですけど、人気だから結構売り切れてるところも多いんですよね。なのでこれも無事買えてよかったです。いやー、ほんとポケモンセンターのピカチュウが可愛すぎて今回も爆買いしちゃいました。全国のいろんな場所のポケモンセンターとか、あといろんな期間限定のイベントを回って限定ピカチュウが増えたんで、ちょっと今回ジムニーをピカチュウ部屋に変身させたいと思います。日本全国で集めたピカチュウを初めて一箇所にバーって並べてみたんですけど、いや、こう見るとすごい量が増えたし、もう圧巻でしたね。まだまだ持ってない限定ピカチュウがたくさんあるんで、これからもいろんなところに行ってピカチュウ集めたいと思います。で、限定ピカチュウ以外にもさっきラプラス公園に行った時に紹介したこのポケモンフィットのラプラスと、あとテラスタルフェスとインフェルノ X がそれぞれ1人2パックずつ買えたので、今からポケカ開封していきます。それじゃあまずは最新弾のインフェルノ X から開けていきます。インフェルノ X ももう結構向いてはいるんですけど、まだねリザードンの SAR が出てないんですよね。なんで相変わらずそれ狙いでちょっと開封していこうと思います。いやー、どうかな、出るかな。2パックだけだから厳しいかな。人影、ウリム、ムーマ、まっすぐま、エルフン、謎の草、カルボ、あの草、ザシアン、ファイヤー。以上でした。いやー、SAR どころか WS すら出ませんでしたね。AR も出なかったな。まあ2パックでね SAR なんて出ちゃったらね、今まで100パック集めるの頑張ってたのとかちょっと何だったんだろうってなっちゃうんで気を取り直して次はテラスタルフェス開けていこうと思います。いや、テラスタルフェスの開封ちょっと久しぶりなんで、いやー嬉しいな、ドキドキする。じゃあテラスタルフェスはね1パックに10枚入ってるんで、ちょっと1パックずつ開けていこうと思います。テラスタルフェスは今のところブラッキーの SAR と、あとサンダースの SAR とブースターの SAR を持ってるんですよ。なんでそれ以外のブイズの SAR が出てくれたら嬉しいな。じゃあまずは1パック目見ていきます。ヤブクロン、ワニノコ、パオジアン、夜のズク、お祭り会場のこれはモンボミラーですね。ガチグマの EX、ベラカス、虫取りセット、JU、夜の短歌。以上でした。じゃあもう1パックも開けていきます。いやー、どうかなー。何かしらの SAR が出てくれたら嬉しいんだけど。じゃあ2パック目見ていきます。あの草、ダンバル、鉄の茨、とどろく月、ガブリエス EX のダブレア、イルカマン、カミッチュ、アズマウ、ワザマシンエボリューション、睡蓮のお世話でした。テラスタルフェスは2パック開けた結果はこんな感じでした。いやー、ダブレアしか出なかったなー。まだまだね、インフェルノ X もテラスタルフェスも地引きしたいカードあるんで、またパック見かけたら買ってみます。で、今回の動画はプロモーションがついてると思うんですけど、いつも動画に出てくるこのポータブル電源を作ってるエコフローさんの担当者さんが私の動画を見てくださってるみたいで、今回案件のご依頼をいただきました。
私、このポータブル電源以外にもエコフローさんの製品を愛用しているので、今回のお話をもらった時はもうめちゃくちゃ嬉しかったです。まだまだチャンネル登録者が2万人くらいしかいない私に案件を振ってくださったので、実際に私が2年間ほぼ毎日使ってきたエコフロー製品の良さを皆さんにお伝えさせていただけたらと思います。私が使っているデルタプロというポータブル電源なんですけど、これは 3600Wh の大容量で、エアコン、冷蔵庫、ドライヤーとかの高出力の家電も動かせちゃいます。なので私は車中泊の際に炊飯器でお米を炊きながらホットプレートで調理しつつ、あとはスマホの充電なんかとかもしちゃってて、この同時にいろんなことができるっていうのがね、もうめちゃくちゃ便利です。スマホだと、機種にもよるんですけど、約313回満充電できるみたいです。なので非常時の電源としても家族全員分のスマホや、あとは家電製品もカバーすることができるので、これは車中泊をしない方にもすっごいおすすめです。で、私は長期で車中泊旅に出ることを想定して、この大容量の大きいポータブル電源を選んだんですけど、これよりももう少し小さくて持ち運びがしやすいやつだとか、あとは新しいシリーズのポータブル電源もたくさん出ているので、用途に合わせて選べます。今年の夏は北海道で約1ヶ月間にわたってリアルポケモン旅っていう超大型企画をやってたんですね。で、その間毎日ずっと使い続けて、で、車に積んだままにしてたんですけど、直射日光を避けて使用していったら故障や不具合とかが全く起きなく使えたので、安全性や耐久性もバッチリなのはもう実証済みです。で、今、年内最大級のセールをやっているみたいで、モデルによっては最大 63% オフで買えるみたいです。エコフロー Amazon 店舗では、11月15日から12月1日の間、デルタ3 1000エアープラス 110W ソーラーパネルのセット、デルタ3プラスをはじめ人気商品が購入できるそうです。私がこのデルタプロを買った時は、当時約40万円ぐらいして、で、貯金をはたいて買ったので、このセールで買えるのがね、すごい羨ましいです。気になった方は、ぜひこの最安の機会に概要欄のリンクからチェックしてみてください。じゃあこの後はデルタプロを使って晩ご飯を作っていきます。今日の夜ご飯は、さっきイオンで買った塩焼きそばです。塩焼きそば完成。これで1食110円ぐらいです。いただきます。普通に食べても美味しいんですけど、車内で食べる塩焼きそばは何倍にも美味しく感じます。ごちそうさまでした。そしたらホットプレートを洗って片付けちゃって、で、その後は寝るまでゲームしようと思います。今日は EV の色違い厳選をしていきます。ゴーストタイプの色違いはコンプリートしたんで、今は色違い図鑑を完成するために色違い厳選をしています。色違い図鑑を完成させるためには9匹の EV の色違いが必要なので、ひたすらワープリセットで色違いを狙います。リセットを続けていたら、ついに EV の色違いが来てくれました。では、無事に色違いの EV をゲットできたので、寝る準備をします。いや、一応フリースの上にパーカー着込んで、厚着をしてるんですけど、やっぱね、結構宮城はもう寒いんで、今日はね、電気毛布を持ってきました。結構車の外は寒いんですけど、これで朝までね、ポカポカで寝れると思います。それじゃあおやすみなさーい。
おはようございます。いやー、明け方すごい寒くて、多分電気毛布がなかったら結構寝るの厳しかったかもしれないです。11月の東京はまだ秋って感じだけど、やっぱり東北はもう冬ですね。それじゃあこの後は準備して、で、ご飯を食べられる場所があるので、朝ご飯食べてから行きます。仙台といえば牛タンなので、朝から牛タンを食べちゃいます。程よい弾力と噛めば噛むほど旨味が感じられて、もうめちゃくちゃ美味しかったです。では、車中泊モードを解除して目的地に向かいます。昨日は料理、ゲーム、モニター、電気毛布まで使ったのに、まだ 84% 残っていました。たくさん使っても頻繁に充電しなくていいのもデルタプロの魅力です。福島県の三重町にあるラッキー公園に到着しました。福島には3つラッキー公園があるんですけど、ここの三重町のラッキー公園は初めてできたポケモン公園みたいです。どうやらね、道の駅の敷地内にラッキー公園があるみたいなんですけど、ここのどこかにね、ポケフタもあるみたいなんで、公園に行きつつポケフタも探してこようと思います。道の駅浪江の店内には、福島応援ポケモンのラッキーのグッズが数多く販売されています。ラッキーグッズを探していると、ラッキーの大きなぬいぐるみが売っていたので、これはもう買うしかありませんね。さっき道の駅の売店に入ってみたんですけど、そしたらね、見て、こんな大きいラッキー売ってたんですよ。ちょっとあまりにも可愛くてついつい買っちゃいました。ここのね、真ん中のクローバーのところにね、福島応援ポケモンラッキーって書いてあるの。かわいい。で、昨日ポケセンでもう一個買ったものがあったっていう話したじゃないですか。それがこのラッキー公園に来るに合わせて、ラッキーのポケモンフィットを買ってました。このちっちゃいラッキーとさっきのでっかいラッキーとでね、ラッキー公園に行って写真撮ってきます。ラッキー公園には、ラッキーの大きな滑り台や、ラッキーの遊具、ピーとププリンの遊具や、ベロリンガの滑り台もありました。ラプラス公園と違って人が少なかったので、ラッキーの滑り台で遊んでみます。久しぶりに滑り台に乗ったら思った以上に怖かったです。園内にはラッキーの自動販売機もあったのですが、自動販売機の側面を見ると、ラッキーがなぜ福島の応援ポケモンなのかが知ることができます。幸せを運ぶポケモンとして福島県のイメージにぴったりで、栄養豊富な卵のように、福島の美味しい農産物を全国に届ける存在として選ばれたそうです。無事にポケフタも見つけることができたので、最後に記念撮影をして車に戻ります。ただいまー。いやー、ラッキー公園もめちゃくちゃ可愛かったです。昨日のラプラス公園よりかは規模はちっちゃかったんですけど、でも絶対東北に来ることがあったらやってみたかったんで、来れてよかったです。全国のいろんなところにポケモン公園があるみたいなんで、いつかね、全部回ってコンプしてみたいですね。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。
よろしかったらチャンネル登録、高評価、ハイプ、それから各 SNS もやってますので、そちらもぜひよろしくお願いします。それから昨日の夜にご紹介させていただいたエコフローの製品なんですけど、なんと11月15日から12月1日の期間中にご購入された方にはソーラーハットの特典がつくそうです。数量限定みたいなので気になった方はぜひチェックしてみてください。概要欄にある割引併用可能な 5% オフクーポンもあるので、ぜひそちらもご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。